卵がふわふわ。なんか動画か。うめえ。でかいっす。びっくりしました。
じになる。入れんでいいと思うね。あっちへ。あっち。皮もパリッとした食感もいいけど、皮が食べてるような食感をなくすっていうのは僕の信頼と、中の空の野菜の美味しさ、肉の美味しさをやっぱり出すように。この層はもうミリ 0. 何ミリの単位ですから、もう映るぐらいはね、で皮がそれを50年間薄さを保っている。中華丼の具を作ります。50年変わらないですね。継ぎ足し継ぎ足し作られてる。でこれは今あんかけ焼きそばとかあんかけラーメンとかそういったものにも使いますね。
これはカメラマンとね一体ならないい編集はできるんです。そうなんです。これはいくら売れなかった、何もが売れなかった。電気つけて。何年ぐらい使ってるんですか、こ何年ですかね、僕が入った頃にはあったんで、20年以上ですね。れ。20年以上。 20年以上。その新しいのを買わずにこういうふうにメンテナンスして使い続けることのなんか良さとかってどういうところなんそうですね、やっぱり馴染みがあるんで、手の馴染み感とか、やっぱ切りやすさは全然違いますね、やっぱり新しいのを買うよりは。豆腐入れるのって結構一般的なんですか？いや、どうなんですかね、うちだけかもしれないですね。柔らかくして仕上げるために、うちは。豆腐を入れて教えてもらってずっと作ってますね、先代から。先代のそうですね、先代の教えから。福井産の福小麦っていう福井系の小麦です。こちら何個ぐらい仕込むんですか？これでだいたい150個ぐらいですかね。土日でなくなる感じですね、2日ぐらいで。結構好きな人は結構好きなので、お持ち帰りで肉団子4人前5人前ってお持ち帰りするので、ちょっと粘りが出るぐらいまでしっかり混ぜ上がって感じです。そうですね、土日は週末が一番忙しいですかね。コロナが少し落ち着いてきたので、大体2、300人ぐらい、土日、土曜日、日曜日で来る感じですね。コロナ前とかやったらもっと、もうほぼ300人、400人とか、もう忙しい時だと500人近く来る日とかもあったんで、粘りが出てきたところで小麦を入れます。さっきの卵と水とこの小麦の比率で全然食感とか仕上がりが変わってしまうんで、本当に見極めがすごい難しい。こねで手の感触でもうちょっと水が
欲しいかなとか、卵もう少し欲しいかなとか、これができるようになるまで結構本当に1年2年ぐらいいろいろ試行錯誤しながら何回も失敗しながらやったんで、そう、昔から変わらずもう肉団子だけお持ち帰りされる方とか、肉団子とライスだけ食べに来るお客様とかもいますので、去年の9月で50年経った形ですね。今年で51年目に突入なんで、そうですね、僕が継いでもう完全に任せていただいてもう15年ぐらいですかね。僕がここ入って22、3年経つんで、そうですね、やっぱり一番は、食で笑顔にしたいという思いもありまして、そこから鯖江から福井県を盛り上げていきたいという思いもありますし、もちろんその飯店の味を全国に伝えていきたいなっていう思いもありますので、手の中で丸くするのがすごい難しいんですよ。簡単そうに見えるんですけど、これができるようになるまでに、そうですね、本当に何百個っていう数をやらないとなかなか難しい。おはようございます。今日は10日、給料日です。12時にお持ち帰りがあります。お持ち帰りの段取りしといてください。その弁当、カツ丼3枚、餃子3。私また動くので、3時から1時間、ちょっと止まります。団子 OK。ございます。これを何貫分作るんですか？これを平日だと2貫から3貫で、土日やと5貫ぐらいですね。殻をこします。土日で多いと100近く出ますね。2人に1人とかこんな感じで出ますので、つくてんを食べにわざわざ県外から来てくれたりするんで、片栗粉を入れることですごいもっちり感を出るカニ玉に仕上げるんで。
ホイコーローのお肉です。ホイコーロー用です。豚バラです。今これ少し温めて、はいラーメン用で置いておきます。これがスペテンのタレですね。醤油ベースで甘めの味付けに仕上げてあります。継ぎ足し継ぎ足し作られてるのでベースになってますので、本当に好きな人はお客様はもう中華丼ばっかり、うちでしか食べれんっていうお客さんとか結構いるんで。ランチ2つお願いします。ランチ2つですか？はい。ランチと餃子ね。はい。
あ、すみません。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません。ちょっとここに。あ、いい。動画か。うめえ。まあで手間かかるけどね。ミニミニのチャーハンとラーメンのセットね。了解。以上でいいですか。はい。少々お待ちください。はい、こっちです。はい。はい、ありがとう。はい、どうぞ。野菜の方が良かったね。ここの味が僕は好きなの。美味しいっていうより自分に合うてるんだよな。1週間に一遍は来るね。チャーハン。横浜普通サイズ。ミニのごまセット。食べろ。餃子を2人で一つ。一度。はい、じゃあ半ミニ。はい、どうぞ。ちょっと600万長くしよ中華半ミニラーメン定食。大盛り2つこれ？はい、大盛り2つ。1個やろ。はい、
大きいの。しんどいくなってきた。はーい。2番に2つ。大盛りと普通。いきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、大盛りは。はい。普通ね。はい、どうぞ。すごいね。辛いのがダメで。5番お願いします。はい。ランチつけてね、どうぞ。いつも何を注文されてるんですか？結構バラバラなんですけど、やっぱ名物のスペ店と餃子はめっちゃ美味しいですね。で、餃子はいつも頼むんですかね。やっぱすごい卵がふわふわ、なんか他のところよりもすごい卵が美味しいなっていつも思いますし、でやっぱ中チャーハンなのもすごい嬉しいし、でかかってるあんの塩気とかもすごいちょうどいいんで、やっぱバランスがすごくいいなって思いますね。そう。ありがとうございました。6番でお願いします。そう、俺鉄道が通じる人がいるんだけど。そうなの？卵焼き部分の存在感がちゃんとある。あんがうまいですね。でかいっす。びっくりしました。
新飯です。はい。ラーメン。ラーメンの大盛りね。はい。肉団子。はーい、肉団子ね。これかなり人気ありますね。カレーオムライス。みんなが何も考えんとなんとなく来たらなんとなく気分で帰れるみたいなものを目指しとるんで。おいしい。何にしようかってな、ワイワイとかええなみたいな、ぼんやりと和食の和とイタリアのいいと組み合わせたらワイワイやなみたいな、それ面白そうやなみたいな。サラダは実はこれうちの隠し売りなんで。土日やとキロ入ってきた卵ですけど、これキロ入ってきた卵だからプリプリすぎてね、特に冬場なんか切れないんですよね。ぐるぐる回っとるだけでちょっとめちゃめちゃしんどいけど、腕結構しんどいんですけど。これかなり人気ありますね。おじいちゃんおばあちゃんが注文するのかと思ったら若い子は結構好きで。
だからこの店やる時もいろいろ業態を考えてスープの元野菜くずで出し取るんですけど、材料が違うから日によって味が違うんですよ、もちろん。で玉ねぎを豚バラのスモークですね。材料にしたり。これはいわゆるその熱粉っていう加熱しながらスモークをしていくっていう。ドリンクがつきます。スターティンはオムライスが3つ。3つ。はい。スパゲティが2つで。はい。何時頃になりますか？
全 NG。オムレツ。一緒のパターンです。とっても美味しい。ありがとうございます。カレードリアワンです。ごめん、お茶が悪い。ゆうぴーちゃんだ。可愛い。ありがとうございました。召し上がってください。
これカレーオムライス。じゃあ2つお飲み物どういたしますか。コーヒー、紅茶、オレンジジュース、グレープフルーツジュースアップ。お待たせしました。スパゲッティは出ました。オムライスこれから。お待たせしました。ありがとうございます。ガーリックオイルだったんですけど、すごく麺と絡んで、私温泉卵が好きなので卵も絡めてすごい美味しかったです。ご飯が全部美味しいのと、あとマスターもすごくいい方なので、すごい地元帰ってくるたびに来たいなって思います。スーパーはいわゆるボルガライス
またいっぱい食べたいものがいっぱいあって夜に来たいほんまはめちゃくちゃ美味しいまた来ますこれ完成です。お客さんにええ気分になって帰ってもらう。うちポジションとしてはもうワイワイ亭でええやん言うて、みんなが何も考えんとなんとなく来たらなんとなくええ気分で帰れるみたいなものを目指しとるんで、まあそれをより一層充実させていくっていうことですかね。昔は敦賀ラーメン文化っていうのが存在していて、その敦賀ラーメン文化を絶やさないようにっていうところからこのお店を作ることになった。あっさりしててコクもあって濃厚でめちゃくちゃうまかったです。
ありがとうございます。で一番びっくりしたのがこの計算丼、胸とは思えないぐらい、ジューシーでちょっとびっくりしました。ネクスコ中日本の提供でお送りしました。だから清水で1時間僕1人なんで。鳥って言っても親鳥とか若鳥とかいろいろあるんですけど、若鳥だとどうしてもスープのコクが足りないんで、基本的にはもう絶対に銘柄っていう親鳥にこだわってますね。大体3ブロックですね。1ブロック5キロのブロックを3つですね。難しいのがその個体ですね。鳥の個体によってオーナーとちょっと話をしていて、チームスープの入り混ぜた時に入り方によってその当日のチー油の割合は僕が決めてるんですけど、日に日によって違う割合で指示させてもらってますね。食材いくつかと、鶏そばのスープの出た柄ですよね。柄のかすというか柄をあとさらに4時間追加して炊き込んで、なので合計実質に煮る時間っていうのが、9時間半ですね。そうですね、一応お名前も濃厚鶏白湯っていうふうにさせていただいてるんで。敦賀といえば昔は敦賀ラーメン文化っていうのが存在していて、敦賀の本町通りっていう、通りがあるんですが、その本町通りによくそのラーメンの、屋台がずらっと並んでて、敦賀ラーメンっていう、醤油ラーメンが、名物というか有名だったんですけど、あとそれもどんどん時代によってだいぶ今薄れてきてて、どんどん時代に流されてそれがなくなっていくのも寂しいってオーナーが考えたんで、それで思ったオーナーが日本食の料理人の、ノウハウとかを合わせてその鶏そばのスープを考えて、こちらの鶏の設立っていうのを設立して、その敦賀ラーメン文化を絶やさないようにっていうところからこのお店を作ることになった。あまり冷たい器でお出しするとラーメンがすぐ冷めてしまうので、看板メニューっていう言い方をさせてもらうと鶏そばの醤油ですねとお答えをさせてもらってますね。これが昆布白湯のスープになります。こういうアクがあるので、だいたい着火してから1時間半ぐらいまではアクが出続けるので、溜まったアクは合間見て取っていかないとちょっとまた味が濁っちゃうですね。基本麺は2種類ですね。鶏そばと鶏白湯がこちらの黄色、卵麺ですね。で、昆布白湯と鶏そばの塩はこっちの白色。ありますね。温
温度が高すぎるとカチカチにちょっとサラダチキンみたいになっちゃいますし、温度が足りないと生で食べれないんですよ。一番どこが美味しくで盛り付ける時も綺麗になるかって見つけたのが 62.5 度からだいたい63度。気持ちちょっと固めに、やっぱりラーメン屋のご飯なので、はい、やっぱりラーメンのスープに合わせよくかけたりして召し上がれる方もいらっしゃるんで、土日とか、はい、土日で統計業で行くんですよ。伊藤さん今日何人来ると思います？ここまで来ると安定するんで30分から40分ぐらいに1回ちょっと混ぜる感じですね。鶏油を混ぜて乳化っていうのをさせるんですけど、曲自体がそうなりますか。今年は東京日比谷野外学校ではい、すみません、お待たせしました。こちら鶏そばの塩ですね。こちら B セットミニ計算となります。お待たせいたしました。新しい。お待たせしました。鶏そば醤油です。何なのかな、この。なんだろう、締めとった。締めとったっていう。でも締めた。だいぶ忙しい。暇ない。やることがない。すごいわちゃわちゃする。2番目からで大丈夫ですかね。すみません。鶏そばの醤油、大盛り、はい、A セット、ミニチャーシュー丼のセット、はい、かしこまりました。1枚ずついくよ。あっさりしてて、すごいコクもあってすごい美味しい醤油ラーメンです。鶏白湯はすごくスープも美味しくてよく食べます。あとこのミニチャーシュー丼もすごくよく食べます。はい。熱くなってますので気をつけてくださいね。はい、すみません、お待たせしました。はい、すみません、続きまして鶏そばの醤油ですね。お待たせしました。器熱いんで気をつけてください。スープが懐かしい感じがするのと、シナチクも美味しいし、チャーシューも美味しいし。全然つかみやがる。っていう風なもテーマで作ってるんで、知ってくださいし、そうですね。
ごめんなさい。A セットのお客様、チャーシュー丼、はい、すみません。ごめん、これあれや、コード書いてるんだ。このベル規定線で。はい、それではこちら鶏白湯ですね。お待たせしました。醤油の A セットです。B セット。あ、B セットで。はい。メンマ抜いてもらっていいですか。メンマ抜いてです。はい。はい。苦手な食材もやっぱりあるんで、お客様に指名されたら抜く感じでやってます。はい、すみません、お待たせしました。鶏そば醤油メンマのお客様。はい、お出し熱いです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。ごめん、ちょっと計算上げたらそのタイミングで黄色を上げてほしい。ありがとうございます。またお願いします。はい。ちゃんと理解するか俺知って。お待たせしました。申し訳ありません。すみません。じゃあ鶏そば塩のお客様ですね。はい、すみません。ありがとうございます。鶏そば醤油ですね。はい、私です。はい、ありがとうございます。鶏そばのパイタンですね。お待たせしました。ごめんなさい。開けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に少々お待ちください。どちら？1、2番1、2番さんです。はい、ありがとう。110になりました。そのテストした後に後からびっくりしました。お名前あります。塩の単品2つ、昆布の単品2つ、両方。ちなみに今日何召し上がられてる？今日は昆布塩白湯のラーメンをいただきました。全部美味しいです。唐揚げ2人前ですね。はい、ありがとうございます。昆布の方、昆布大盛りで。昆布大盛りで。はい、ありがとうございます。
とは2だけで。はい、すみません、ありがとうございます。お名前からお待ちいただいてよろしいですか。すみません、あそこに、はい、数名もありますので。ね、お待たせしました。はい、すみません、鶏白湯並盛りです。お待たせしました。ね、お待たせしました。ありがとうございます。白湯で昆布入ってるのあんまりなくて、特に敦賀昆布有名なんで、敦賀昆布使ってくれてるんで、僕も敦賀市民としては消費したいなと思って食べてます。普段はいつも醤油ラーメン食べてます。めっちゃうまいです。スープまで全部子供から大人まで飲めるような味のラーメンやなって思って通ってます。濃厚でめちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。はい、すみません、お待たせしました。はい、ではこちら鶏そばの塩がお2つですね。はい、すみません、お待たせしました。以上でおそれでしょうか。はい、ごゆっくりどうぞ。皆様おそれに。ありがとうございます。鶏そばの塩。塩、はい。はい。これやね。オッケー、混ぜろ。人口少ないのになかった。美しい。はい、それでは続きましてごち計3丼でございます。お待たせしました。これいる？美味しそう。レモンパンも嬉しい。チー油だけ残りすぎると油臭くなるので、チー油だけスープから鶏の湯を置いていくっていう作業をしています。言ってしまえばこれもこだわりの一つかもしれないですね。このままチー油残してもいいんですけど、残してしまうとその翌日もし冷え切らずにチー油が分離しなかったらスープが油っぽくなってしまうので、なるべくやっぱりその一日一日の油分っていうのを安定させるために今このチー油っていうのを今ちょっと抽出というかしてますね。鶏のピンチです。網取りです。いい仕上げればいいか。はい。ちょっと下の方。鶏そばの方がすごい優しい味わいで、多分このまんまいくとスープは間違いなく完飲すると思います。で、麺がオーソドックスな細タイプ、細い縮れ麺ですごくこのあっさりしたスープが絡んで美味しく食べれてます。で、今見たんですけど、肩ロースのチャーシューがくるくるって巻いて乗ってるんですけど、ほんのり塩味が効いてて下手な味付けがしてなくてすごく美味しいなと。で、一番びっくりしたのがこの計算丼、胸肉を使ってるっていうことなんですけど、胸とは思えないぐらい、ジューシーでちょっとびっくりしました。
今日はちょっとお仕事で敦賀にたまたま来て、どっかラーメン食べたいなと思って初めてのお店に来たんですけど、大当たりやったかなということで非常に満足してます。はい。はい、すみません、こちら昆布白湯になります。で、さらにこちら B セットのミニ計算丼ですね。お待たせしました。気になっているとおかしいけどさ、明けおめ。そう、続いてはそれ。油の、多い部位だけなるべく手前に。オーナーが、和食の料理人っていうことで、やっぱりスープ一つ、そのチャーシューの、温度一つすごいこだわられてるんで、やっぱそこがうちの一つの売りかなと僕は思ってます。はい。スープは大体前の晩に取るんですよ。これが今日の夜に使うやつを。何代目になるんですか？祖父が小料理屋かなんかやってたらしいんですけど、その後、父が中華料理の修行をして中華料理屋にしたって言ってましたよ。私にとって義理の父なんですけど、中華料理屋になってからは私2代目になった。腹についた白身はスープの汚れを取る。うち卵をやっぱたくさん使う。丸鶏の
細切り肉ですね。静岡出身で、なんかきっかけがあったんですか、向こうで今の嫁と会ったんで、結婚する時どうしようかいう話になって、結局私はこっち来たんですよ。それ何年ぐらい前これ25年ほど前ですけど、うちの実家が農業だったものですから、それでずっと農業のことしてやってたんですけど、それまで飲食はいや全く。麺類って結構出ます。昼の定食で麺とセットになってるんですけど、それは召し上がられますけど、どっちかっていうとご飯物の方が多いです。一番人気はやっぱ今カツ丼が一番多いんですよね。カツ丼お昼はちょっと若干安くなってるんですよ。定食のカツ丼頼んでいただくと、お味噌汁とあと杏仁豆腐とお汁がついて、あとコーヒーもついて。これは定食のコーヒーの準備。そうですよ。ランチ召し上がった後にコーヒーがサービスがなって、大きいのじゃなくて小さいの。カツ丼3つ、レバニラ定食3つと単品のレバニラが1つ、豆腐定食と麻婆豆腐の単品。豆腐定食すごく2つね。酢豚とおこげ。
酢豚は一つやろ。スープつけた方がいい。揚げるのも2回に揚げる。とりあえずはい。はい、どういうね。はい。こっちは頼む。はい、ありがとう。それ？レバニラ定食です。
はい。ちょっとボリュームありますね。これは麻婆丼とラーメンのセットです。うん。丼は全部セットになってます。はい、天津飯とラーメンのセットご用意しました。麻婆豆腐定食。麻婆豆腐定食、はい。天津飯セットと豆腐定食。お待たせいたしました。失礼します。カツ丼で最初見てきて、そこから何回か来とったんですけど、最近は来れてなくて久しぶりに来た感じです。一番のおすすめメニュー、カツ丼ですね。私もカツ丼です。でも今日初めてカツ丼以外のものを食べた感じ。美味しかったです。美味しかったです。ボリューミーでランチの方がなんかお得感が
今日初めてなんですけど、すごく美味しいです。なんかきっかけがあったんですか？上司に美味しいって言われたんで、一緒に来たんですけど。高岡に来た時はたまに来ます。あ、そうなんですか。はい。いつも何注文されます？私は酢豚定食か、カニ玉定食、後輩初めてのカツ丼おすすめなんでっていう話でカツ丼を食べました。めちゃくちゃ美味しいです。はい、でも取る。ありがとう。はい。週一やから4回。一応ね、一人で手配しちゃって食べに来て元気に応対してくれるし、楽しくしてくれるからこちらも明るくなる。
主人に聞いたら料理やったことそうなんですよ、素人だったんですよ。趣味で包丁は握る人だったんですけど、死を私と出会ったということで覚悟して結婚しました。はい、父は亡くなったんですけど、父が存命の時に修行して今に至るという感じですね。はい、実際やってみたらやっぱり自分はこういう商売に向いてるのかなという気はします。やっぱり毎日忙しいですけどやっぱり楽しいですし大好きですし、この仕事接客大好きですし、だから天職だったのかなと思ってます。